ずっと同じ人たちがいた。同じ場所に立ち続けてきた人たちだった。新水産は家族を中心に続いてきた家業だった。それぞれが役割を持ち、この家業を支えてきた。親戚と一緒にみんなでやりおる仕事じゃけ、半分がおじおばでやりおるわけじゃけね、いとこと。打ち子をする人、事務をする人、打った牡蠣を運ぶ人。家族の一人一人がこの家業を自分の暮らしとして背負っていた。手伝いではない、生活の延長としてそこに立っていた。最初から特別な思いがあったわけではない。これ絶対割れるね。これだったらもう絶対この3本で、円はええんだけど、こう縦飛んでないんだけど。足りないところに家族が立つ、それが日常だった。和則の叔母光子は事務を担当している。人手が足りないと打ち子として現場に立つ。みんながそれぞれできることをやり、家業を支える。それがこの家のやり方だった。そしたら痛いの？何？練習で結構、こんなこのあれじゃないかな。もうそこらで絶対に。あったあれしたら終われるようになったら。おじさんおばさんももう70、80になっとるし、結局わしがついてやりおるけ力になってもやろうっていう、みんなそれで手伝ってくれよったけど、もう年も年で体もしんどいのにそれでも無理してやってくれおるのはもう目に見えてずっと感じよった。現場は家族だけでは回らない。家族ではない人たちも長く同じ現場に立っていた。親の代からの時じゃけ、義理で来てくれとる人ばっかりなん。もう義理よね、みんな。家族のように長い時間を共にしてきた人たちだった。それも40年もすりゃ習慣になるじゃろ。人とようおしゃべりしてから今日はああじゃったこうじゃった言うて黙ってはようたんよ。今はもう自分のマイペースでできるのが楽しい。この年で働けるのが嬉しい。だが関わる人たちは年を重ねていった。現場には若い力が必要になっていった。人手不足の時代に外から人を迎えるという道もあった。だがこの現場は身内と身内のような人たちで続いてきた。それは強さでもあり、同時に限界でもあった。この家業を支えてきたのは現場の人たちだけではない。その時間をずっと関わりながら見続けてきた人もいる。そうなんだね。糸はない。みんなおる。砂田さんもおる。創業者の娘であり2代目の姉昭恵。この日は久しぶりの訪問だった。昭恵は家業を手伝いながら育ち、その仕事を長く見続けてきた。それは
ただの仕事ではなかった。人間ような働いた方が体を動かした方が元気になるね。かけて本当に人間を作ってもらいました。人間を本当に。昭恵にとってこの現場で過ごした時間が人生そのものになっていた。そして晩年打ち子として現場に立つようになった。今度はほじゃけ打ち子さんになってずっと打ってましたよ。だからこの圧迫骨折するまではもう朝早うから同じように来てやりよりました。なんか思い出しますね。その後も昭恵は現場に立ち続けた。そこには家族だけではなく長く関わってきた人たちもいた。用してくれてね、みんな。私抜きじゃけ今ほらもうあれす私の木じゃけ。でも安心だってみんな用意してくれてじゃけ、お姉さん兄弟が。昭恵はいつの間にかお姉さんと呼ばれていた。そうかもうほどここばっかりしっかりしてからね、あんた。みんな年取ったらあれよね。あれ以外何にもないもんね。長い時間を共にする中で人との縁が生まれていった。なんかの縁じゃからね、縁いうものは大事にせんねやね。人間はね。昭恵は長い時間をこの現場で過ごしてきた。同じ人たちと日々を過ごしてきた。あ、2人が帰る前に写真撮ろうや。ね、ちょっと先表で写真撮ろうや。人との縁が昭恵を支えていた。それが昭恵の人生になっていた。一時はもうなんでこんなことしたんかな思いよったけどね。だけど今自分の人生の中で一番ね書きしかないです。やがてその時間にも終わりが近づいていた。ありがとう、ありがとうちゃん、連れてきてください。はい、ありがとうみんな、ありがとうね。ありがとうございます。この日が昭恵にとってこの場所で過ごした最後の時間になった。熊田さん夜が。はい、痛いならごめん。元気でね、お姉さん頑張るんよ。ありがとうね。じゃあね。この家業が残したのは仕事ではなかった。人と過ごしてきたその人生の時間だった。長い間同じ場所に立ってきた人たちが静かにそれぞれの場所へ帰っていった。それでもこの場所で続いてきた時間は確かに新井水産という家業を支えていた。